こんばんは。こんばんは。はい、第36回キャッチライブ静岡。今日はですね、大道芸、静岡が誇る一大イベントの大道芸ワールドカップ in 静岡のお話をしていただきたく、お二方をお招きしております。まずはこの大道芸を静岡に呼んできたというこの言い出しっぺのですね、天野真吾さんと、もう一方は、実行委員長さんの杉山はじめさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日はね、この大道芸静岡でね、毎年開かれる大道芸ワールドカップ in 静岡の、裏話というか、まあこれまでの歴史というか、そういったことをね、ぜひお話ししていただきたいなと思いますけれども、始まったのは1992年、平成4年ですね。はい。まずどういういきさつでこの大道芸をこう、まずなんで大道芸を静岡にっていうね。そこはやっぱり言い出しっぺ。そうですね、言い出しっぺの。慎吾さんに。まあはい。実は大道芸をやる最初は、実はそれからはるか何十年か前、私はまだ20代の時にアメリカ行ったんですよね。それでブロードウェイで、ニューヨークのブロードウェイで初めて人だかりがすぐその中へ入っていった時にやってる演技を見ながら面白いなと。そして皆さんがお金を投げてる、私もついでに一緒に投げたんですけども、あ、そうか、投げ銭で彼らやってる。しかしこういうショーを極長試験長の数で展開をしたらなんと市民に喜ぶだろうなという思いが、大道芸のそもそもの始まりと言っても過言ではないでしょうね。そんな時の思い出です。はい。なるほど。じゃあもうそこでご覧になるまでは、大道芸っていうのは日本ではなかった。バナナの叩き売りだとか、ガマの油とか、南京玉すだれというね、日本の古典的なものっていうのはありますよね。そうですね。上野公園とかでよくね、そうそう、なんかやったりはしてましたよね。でもまあアメリカはね、きっとそういう本場というか、でクラウンなんかもね、日本ではまだその頃なかったんですかね。ピエロ的な。始まった頃は、でも日本にもいたんですよね。例えば静岡が始まる前に野毛の大道芸、野毛さんの方が我々も10年15年前からずっとやってまして、そういう時に横浜ね、横浜の、でクラウンの格好をした人たちが出てやっぱりやってましたので、全然いなかったってことはないですよね。でこれを静岡に呼ぼうっていう。静岡でやろうっていう、そうですね。その発想ですよね。それで私はそこで私はこれを実行するには、年取った連中にお願いするよりも若い連中にお願いしようということで、静岡の青年会議所に、あなた方これ実行してくれと、実行委員会全部あなた方やれと、そして投げ銭の係までやれと、全部 JC にお願いしました。じゃあ企業にそういったイベント業者とかに頼むわけではなく、皆さんその市民の力を借りてっていうことですね。だから JC も苦労したろうね。僕はね、いつも大道芸どうして始まったんですかっていうようなことで、いろんな場でお話をする機会があるんですけども、その時にいつも世の中の流れといいましょうか、当時天野真吾さんが市長をされた時の、市の、行政のテーマっていうのが、人の集まるまちづくりっていうような大きな行政のテーマがあったんですね。で時代はもう1992年って言いますとバブルがこう弾けたばかりの頃で、人の考え方としても、やはり物から心へ、ハードからソフトへっていうような流れの中にあったんですね。であとこういったフェスティバルを起こすにあたって、あと必要なのがお金と人材なんですね。そのテーマとお金と人材、人が集まっ
ってこういったものができるということで、今志村さんの方から人っていう部分で JC っていうのが出てきまして、あとお金という部分では、1989年ですね、静岡市政100周年っていう事業がありまして、その時に駿府博っていうのが市長の時に天野さんが市長の時にやられまして、その時の余剰金が6億円ぐらい出たんですね。でその基金を使って何か新しい文化を静岡に起こそうよというような、要するにお金っていう部分のそこにベースがそこにあって、でテーマとお金と人という部分が重なったところに、志村さんが大道芸っていうようなことを投げてくださって、そこからやっぱり波紋がこう広がっていったっていうような、そういう理解の仕方を僕自身はしてるんですよ。でこれは、大道芸人っていうかそのパフォーマーさんたちが、もうあれですか、最初回から一気に集まってきた。それはそうはいかなかった。実は世界中からワールドカップという名称を使っておりましたから、世界中から大道芸人を集めるっていう方法がなかった。そうですよね。それでね、私はいろいろ考えた。それで最後に行き当たったのが NHK なんですよね。NHK のテレビ、放送を利用してということで、NHK の神南、そこに私は行きましてね、NHK の理事でした曽我健さんっていう大変有名なアナウンサーがいました。その曽我健さん、静岡市局長もやりましたので、局長に会ってその話をしたら面白いじゃないかと。実は今日お願いに来たのはあなたに後見役をやってくれ。後見役。そう。静岡市は NHK のこういう子会社と契約した。しかしその契約した子会社は手抜きをされても我々には何とも言えない。そこで後見人のあなたにお願いしたい。そのことは成功したですね。この人がものすごく協力してくれたんですよ。そうなんですか。あと多分若干志村さんが NHK を選んだっていう部分は公共性が高い、社会的信用性が高い、多分民放のねいろいろ大変じゃないですか、やっぱしね。そうですね。でそういうのがあったり、あとね当時 NHK が BS 放送をやり始めたんですよ。でBS 放送ですとなんですか普通の NHK 杯よりも安く放映できるっていうものがあったもんですから、それを使って静岡から全国にこの大道芸、このフェスティバル自体を発信できるっていうようなお考えが。そうか、そういうことだったね。本当にごめん忘れて、いやBS の方についてはね、私も聞いちゃありませんですよ。正直言って。そんなことよりも考えなきゃならないことたくさんあったしね、やることは山ほどあったし。そうですね。でも本当にね、こういう皆さんが協力してくれて、あの時にも1000人近く集まったのかな。ボランティアの数で言いますと多分そこまではやってないと思うんですけども、でも結構な数が集まったと相当の皆さんが協力してくれて、そうですよね。ボランティアでなんか成り立ってるようなイメージがあるので、このフェスティバル自体はやっぱりボランティアの皆さんが底辺で頑張ってくださってるっていう部分を、これは自分もそういう言い方するんですけども、皆さんもやっぱりそういうことを認識してくださってる、これは本当にありがたいなと思いますよね。そうですね。今でもそうですよね、本当に。でもなんか今日は資料もたくさんね持ってきていただいているんですけれども、一番初回のこれね、そうです。これ見えますかね。これ第1回目。ちょっと前出しましょうか。これが第1回目のリーフレットって言いましょうかね。すごい。皆さんに配ったやつだね。そうですね。これ私がまだ静岡にいない頃のものですね。生まれてこなかった頃。生まれてこなかったからそうですね。何組ぐらい出たんですかね、この時は。この時はですね、初回はでもすごい
初回は世界各国から56も組ですね。56組、はい、もういきなり集まったわけですね。89名の方が出てますね。でもやっぱり世界的に有名なパフォーマーさんも入りましたね。結構あとですね、来られてる。この中でここをちょっと見ていただいて、この部分ですね。審査員。審査員のところちょっと審査員読んでみて。あなた審査員。はい。はい。まず司会者が関根勤さん。すごい。ね。でゲスト審査員が浅井新平、カメラマンね。A六輔。でスペクター。山本関西。池田正夫。佐藤直子。藤村俊二。和田勉。こういう人間がね、全部 NHK が世話してくれたんですよ。これは最初でも毎年一銭も金出さなかったですから。1回目と2回目だけ。はい。そうなんですか。こうやってやるのって見えない。これでね、これ審査員が揃って、これがものすごく大きなイベントだっていうのをね、価値あるイベントだっていうのを皆さんが知ったんだね。そうですね。へえ、すごい。この時ハロウィンカーニバルなんかもやってるんですね、一緒に。そうですね。なんかパレードもねやったんですよね。まあ第1回目初めてっていうようなことで、初めてって時にプレビューショーでしたっけ、市長のお父さんがプレビューね。もう何これね知ってる人は本当知ってるんですけど、プレビューショーっていうのは昔のね七軒町のオリオン座でやったんですよ。オリオン座映画館で。でその時に主催者を代表してということで、市長にまずお話をいただいたんですよ。でパパッと市長が出てきましてね、それで「天野信吾です」って言って、でこう喋り始めたんですよ。であちらもとこう見てたんですけども、なんか1分3分5分出すと「あれちょっと慎吾さんなんかいつも調子悪いのかな」とかね、なんかおかしいなって、なんかいつものじゃないなと、こう周りもちょっとねゾワ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 してたんですよ。で多分あれ5分ぐらい経ってからですか。3分ぐらいですかね。3分ぐらいですか。3分ぐらい経ってから、もう一人出てきたんですよ。要するに慎吾さんって双子、それ一卵性ですか。一卵性っていうことはないけどね、要するにそっくりだよね。そっくりです。本当にそっくり。声もしてる。それで私がねあれを聞いたんでね、なんだパフォさんかなんかじゃビニールのなんだ赤い花つけてあれを、それでピエロだから変なのが出てきちゃったと皆さん思った。それで「おめでとうけ」と「俺がやるとどけ」って言ってそこで揉めてる。お客さん市長が挨拶してに変なのが出てきたということでびっくりした。楽しかったでしょうね。ざわざわしたからこれ以上ざわざわさせちゃまずいからおいちょっと引っ張れ、頭の帽子をポッとそれツーって抜けて、あれ市長があっちだ。皆さんびっくりした。いや本当びっくりしました。その時でもそっくりな双子って。そんなにその時初めて双子っていうのはあれですか皆さん。いや僕は初めて知りました。そうですね。そういう方多かったね。それで知ってる人だってもだいたい議長だっても私はまだいなかった時座ってる兄弟のところへ行って「うっちゃご苦労さん」なんて言ってね挨拶してんだから議長ですら誰でも気がつかない。面白いですねそれね。一番騙されたマジックでしたね。素晴らしいですねそのエピソードは。すごい大道芸にふさわしいなんか。今までね今年で28回目になりますけども、あれを越したのはないですね。でも本当に28年前からねやってるってすごいですね。人を騙すことにね生きがいを感じてるんですが。そうですよ。騙すことじゃないね。ちょっと小耳に挟みましたけど、マジックがなんとねご趣味得意。マジックは得意でもないし趣味でもないけれどもちょっとやると。ちょっとやりますか。そうらしいです。実はなんか隠れた特技があるそうでね。今度やってもらいましょう。素晴らしいですよ。ね、
ちょっと今度マジックショーやっていただこうかな。だけど大道芸はマジックはやらないということになってるんだね。でも最近はそんなのないですよ。そう。なんかマジック的なのはやりますよね。やります。ただ本当にテーブルマジックみたいなのはテーブルマジックみたいなのはやってます。やってもいいんだ。最近やってますよ。そうなんですか。全然。しかしもともと性格が人を騙すっていうのは嫌いですから私は。正直なね。そうなんですよ。今度多分ここでやりました時には、ぜひちょっと観客の皆さんにも入れていきまして、投げ銭も用意していただきました。そうですね。ちょっとそれはやりたいですね。いいですか、ぜひ。でもまた本当素晴らしいですよ。でも昔その投げ銭って言いますとね、本当に始まった頃は投げるんですよ。おひねりみたいにしてそう、おひねりがあったんだよね。今投げ銭って言うとね、この箱の中にポンと入れるんですけども、危なかったんですよ。後ろからポンと出ていて当たってだから第1回目の時に青年会議所に行って「あなた方は投げ銭係やってくれ」と。ね、ポケットに100円玉10個20個持ってそして皆さんが率先して入れてくれりゃみんながついてくる。そうですね。そういうお願いに行ってるんですよ。だから投げ銭っていう文化は全然なかったもんですからね。でも今ではもう定着してますので、もう小さなお子さんも前にできてポンと入れたりするっていうね、ありますけれども、本当昔はそんなので難しかったですよね。そういうのからこうどうしていいのかわからない。そうですね。そういうのからこう作っていったっていうのがありますよね。なるほど。毎年毎年。第1回目の大道芸でね、感心したのはね、バナナの叩き売りでね、九州から来た男いいんですよ。九州のね八百屋さんらしくってね。それもパフォーマーさんとして。そういうパフォーマンス。それで自分はバナナの叩き売りで出たけど、でもね、そのプレビューを見てね、俺間違ってきた、こんなとこ来ちゃったと。いや俺と思ったって。それでね最終日にねその男がねやっぱり大道芸見てたんですね。そしたら私の顔見て「あ、市長さん、いや市長、私はねすぐにね翌日家内に電話してすぐ来いと呼んだと。そして大道芸を横にいましてね、みんなに見せた。これが大道芸。本当にすごいものを見せてくれてありがとうございましたって言ってね、その叩き売りの方は喜んでました。そうなんですか。ってことはですか、当時はどなたでも出れた、そういうわけではないんですか。なんか審査的なもの、審査がありました。最初から実行委員会の審査がありまして、あの頃は窓口は広かったよね。これは何かあるんですか、そのどうしたら出れるか。今のですね、最近のレギュレーションでいきますと、ワールドカップ部門があります。であとオン部門があります。でその下にですね、ニューカマーズ部門って今年から新しく新設をされまして、であとフリンジ部門っていうような今4つのジャンルに分かれてます。でワールドカップ部門っていう部分は、いろんな人の紹介とか、自分たちが海外行って唾をつけてきて、この人なら大丈夫だろうっていうような人たちとか、海外にいるコーディネーターの方々とか、もしくはそれこそ海外に出かけているパフォーマーの推薦とかっていうのがあったりして、そうしたような人たちが全部こう集まってきて、我々が全部審査するんですね。その審査してる中でこの人って大丈夫だろう、絶対的な実力がありそうだなというような人たちを選んで14組。でオン部門の人たちは基本的には静岡じゃない日本に住んでる方が大部分なんですけれども、応募してきた人をやはり審査して、できちっとした、審査をやりまして選んでいるというのが実際ですね。ただ最近は海外からやっぱりメールを通して、で YouTube のアドレスを添付してですね、でYouTube でこういう演技をやってますから見てくださいというようなことであって、でそれが年間350ぐらい申し込みがあると。でそれも英語だけだったらいいんですけれども、ロシア語とか、世界各国のウクライナ語とか、もしくはイタリア語とかスペイン語だというのも分かりづらいですよね。であと韓国のハングル文字になってたらパターンも分からないですしね。本当にそういうようなワールドワイドでやっぱり申し込みが来てるな
っていう。だから事務局の人間としてはそれは頭痛いですね。そうですね。はどこの国が多いとかあるんですか？まあやっぱり盛んな、どうでしょうね、ドイツ、フランス、スペイン、ウクライナとかロシアとかっていうのがやっぱ多いですね。それと近くの国で言うとやっぱ韓国多いですね。韓国多いんですか？そんなところがやっぱ多いですね。なんかじゃあ過去とこの20数年前、24年前と変わってきたところってありますか？この全体的なそのパフォーマンスもそうですけど、アーティストで言いますと、世界的なこうレベルっていう部分があるんですけども、どうでしょうね、日本人のアーティストのレベルっていう部分がすごい上がってきたなっていうのは感じますよね。これはその昔はジャパンカップっていうのは毎年やってたんですけれども、やっぱり次に誰が来るね、次はあの人じゃないかってすぐ分かっちゃったんですよ。それで一旦ジャパンカップもやめてしまったんですけれども、で今年のお話をさせてもらいますと、ワールドカップでも日本人アーティストがエントリーできるようにしたんですよ。レギュレーションを変えまして、それは今言いましたようにやっぱり全体的なレベルがすごく上がってきてる。で日本人のアーティストも海外へしょっちゅう出かけていって、いろんなフェスティバルにもやっぱ出てる。やっぱすごくそのあたりのそのレベルっていう部分が素晴らしいものになってきてるっていうのがやっぱり一つバックグラウンドであるんですよね。でもう一つは日本でやっているでワールドカップって言ってるのになんで日本のアーティストが出ないのっていうようなのが海外のフェスティバルのディレクターなんかからもやっぱいろいろ声が出てましてね。去年も47人のプロフェッショナルの方々が来てた。韓国の方が多いんですけれども、やっぱりそういうような人たちからも日本でやってるのに日本人のアーティストが出てないとおかしいんじゃないの、ワールドカップって歌ってるのとかっていうのがこの5、6年ずっと続いてまして、レギュレーションを見直してということで今年は日本人のアーティストが1人出ます。女性の方で。今まで一度も大道芸にこの静岡の大道芸には出たことないんですけども、というのはもう世界でずっと渡り歩いて活躍していまして、最近ではパリサーカスでも入賞している方なんですよ。でそれ以外にはシルク・ドゥ・ソレイユのメンバーとして回ってるとかっていうような人で、多分遜色ない演技を見せてくれるんじゃないかなと思ってます。じゃあ結構大規模なあれかな。大きめのエアリアルですから空中芸なんですけどね。きっとそういった大きい規模の。それはもう期待していただいても結構じゃないですか。最初大道芸始める頃は、今の我々の目とその頃の目といかに幼かったかつくづく思いますよ。本当にすごいと驚いていましたけども、今はなんていうね、もう全然見方が変わっちゃってるんですよ。テクニカル系はどうしてもそうなっちゃいますよね。いやでもね、目も超えてきますからね。でもね、第1回目のチャンピオンが雪武太郎さんなんですね。で雪武太郎さんまだ現役でやってるんですよ。どういったあれですか？芸的には人間美術館。考える人をねこうなってやってみたり、そういうような自分の体一つで芸術を世界の名画だとか彫刻だとかそういうのを表現するところでしたけども、大変にうまかったね彼は。でもね今見てもやっぱしねすごい高いと思いますね。すごいなと思います。なるほど。でね、このワールドカップって本当に静岡でね日本では一番大きいこの大道芸の大会ですか？大会って言ってもいいですよね。他ではどこもやってないですよね、この規模では。そうですね。多分っていうかもう日本一のイベントなんですけれども、これは静岡広いですけど本当街中だけねじゃないですか今のところ。駿府公園を中心にしてね、含めまして、ぜひちょっとこの清水の方でもやっていただきたいななんて思ったりもするんですけど、やっぱりそれは難しいんですかね。清水の方でドリプラさんのドリプラさんのところでやってて、
本来的なら駅前のアーケードってそうですね、天気に左右されないっていう部分であるんですけれども、なかなかそれは、まあいろいろ候補として上がってきてはいるんです。で毎年ちょっと考えたりすることもあるんですけれども、どうしてもやっぱそのメインのところから移動云々っていうのがやっぱねかかってしまって、そうか、移動ちょっと大変商店街でさ、少し運動すりゃいいんだよ、ここへ働きかけよう。ね、まあそれであとはどれぐらいやっぱご協力いただけるのかなってね、我々もボランティアでやってるもんですから、それでもやっぱ人的なもんで限界もあるというようなことで、あとまあちょっと失礼な言い方ですけど、若干の各商店街とか協賛のもいただいてるもんですから、そういうのも含めましてね、いろいろねこう理解を得ないといけない部分がたくさんあって、条件がいろいろそれば全然やることはやぶさかじゃないと思いますし、アーケードは確かに魅力があるかなと思いますよね。そうですね。なんとかね、本当にこの間も先日も七夕祭りで大変にぎわっていたんですけれども、あれだけの人がね、あそこに集まるんだと思って、そう、あそこはなかなかちょっとね、あとコスプレ大会なんかもやってますし、ぜひねちょっともう一つぐらいやってもらいたいな。活性化っていうコスプレ大会あったけん、そういや。そう知る人ぞ知るですね。あれはあんまり興味ない人は行かないと。ちょっとユニークな。ちょっとユニークですよ。相当面白いですよ。私去年初めてね、ちょっと足を踏み込んでみましたけど。出たんじゃなくて。出るって何ですか。コスプレしましたよ。やりますか今年一緒に。だってなんかコスプレを自分もやってみないと面白くないですよ。面白くないかもしれないです。でちょっとピエロとかで。それでいたさね、なかなか面白いことやってるのでね、なんかそういうちょっとつながりがあるんじゃないかなと思うんですけど、共通点みたいなものもね、大道芸も。大道芸が終わって次の週か次の2週間後にですね、11月にあるんですよね。まあぜひ見に行っていただければと思いますね。結構だから県外からもたくさんね大勢見えるので、一つには商店街ねの皆さんの意識。そうですね。そこをまずね。そこもやっぱり重要ですよね。そうですね。何をやるにもね。ということでね、まあこの大道芸ワールドカップ in 静岡はもう日本でも本当にこんな規模のところはでね、大道芸見れるところってないので、ぜひ県外のね皆さんももっともっとね見に来ていただきたいし、私もこんな人のこと言えないんですけど、見に行こう。ちゃんと行かない毎年だってすごい混んでて本当にでも本当すごいんですよね。まああとほら前日にやるプレビューショー、そうそれが見たいんですけど、なかなかチケットが手に入らない。プレビューは見てみたい。あれは面白いわな。ですよね。そうなんですよ。まあね、一人1分間っていうような限られた中で、いかに自分を表現するかっていうことで。まあ、あれを見て、あの人行ってみたいな、見てみたいなってやっぱありますからね。そうですね。ですからやっぱね、芸人の皆さんも必死ですよね。そうですね。ぜひね、じゃあ今年もね、ちょっと楽しみにしたいと思いますけど。今年はですね、11月の1日、2日、3日、4日です。金曜日、土曜日、日曜日で振り替えの月曜日と。またそうその時に一番いい一番いいんです。一番いいです。並びとして一番いいんです。またその時にちょっと様子を撮ってこれやろうかなと思うので、またぜひその時もそうね、大道芸をもっともっとコマーシャルしていただいて、そうで実際にちょっとロケに行ってですね、ぜひそしたらまたその後に振り返ってという回でもう協力もさせてもらいますから。手品も見せてもらいます。私にとりましてはね、やっぱり大道芸っていうのは大変自分の人生の中の大きなイベントだったね。ですね。でも本当にね、天野さんがいなかったら大道芸なかったのかって。その歌考えなかったでしょうね。ねえ。随分この突飛な考えだったので。そうだと思いますよ。お嬢さんがびっくりしたらしいです。お嬢さんね。お嬢さんがね。うちのお嬢さんがね、そう。はっていう感じだったらしいです。何のことっていう。大道芸でその町おこしっていう発想がまずね素晴らしいですね。よっぽど変な人じゃなかったら出なかったですよ。やっぱり。そうですよね。
本当にね、思い切ったことを。そうですね。でもその頃の JC にも面白いのがたくさんいたんだね。まあ個性豊かな人が多かったですよね。うんまあ本当に彼らが協力してくれたからね、あれはあれだけの成功を収めたと思いますよ。まあそう言ってくれるとね、まあ自分も JC の OB ですからありがたいなと思いますけどね。いやまだまだね、これからちょっと今年もそうですけど、今後もねずっとこの盛り上げてね、いけたら大道芸をぜひ見てる皆さんも大道芸をお楽しみください。お楽しみください。おっしゃった。はい、これは何ですか。そしてこれ私のこれははいなんかこう広いここになんかあるわけですね。ちょっと最後にじゃあせっかくなのでこう誕生第12話。あ本当だ。ちょっとこれ見せていいですか。この天野真吾さんの著書にですね、この王様の腕は長いという、ここに大道芸ワールドカップの誕生という章があるんですけれども、これいろいろ書かれてますね。それ書いてあります。これ結構面白い本なので、ぜひちょっと読んでみたいよという方はミナスタの方に在庫がありますので言ってくだされば差し上げます。差し上げちゃっていいですか。はい差し上げますので、はい、ぜひ何かあればね、お楽しみください。はい、お楽しみください。じゃあ今日はこんなところでまたありがとうございました。本当に。ぜひ次回も手品もやりますよ。もういや私は人を騙すことは大嫌い。手品もやります。人を騙すのは嫌い。嘘。手品もやります。そのうち。はい。じゃあまたぜひ。自分の中もじゃあバルーンを作っちゃう時。そういうのもやってください。それも得意ですか。バルーンが作るのはおそらくうまいと思うよ。いや3つぐらいしかできないですけど。いやでもあれだってすごい難しいですもん。私も怖くてこんなのじゃこんな。ね、なのでそれもじゃあまずまた初めて見た時風船どうして割れないと思いますよね。私もそう。風船の中に人間入っちゃないんですよ。あります。押し入るよと。ねえ、あれちょっとぜひ私やってみたいなって思うけど、この風船。はい、ちょっとなんか話が横道にそれましたが、じゃあまたぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。じゃあどうぞミナスタの方ご覧になっていただいて、チャンネル登録もお願いします。出ますかこの下。はい。よろしくお願いします。じゃあまた、はい、ありがとうございました。失礼しました。また来週。バイ。